今日はパイロットの4プラス1ウッドとユニのピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 の比較をしていこうと思います。どちらのグリップにも木が使われたスライドレバー式の5機能の多機能ペンで、似ているところが本当に多くてライバル的な関係となっている多機能ペンなので、どちらを購入しようか迷っている方も多いんじゃないかなと思います。自分がこの2つの多機能ペンを使ってきて、いいところと悪いところがそれぞれ分かってきたので、比較をしながら詳しく紹介していこうと思います。自分はこちらのピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 を使う頻度の方が高いんですけれども、なんで多く使っているのかなども言っていこうかなと思います。こちらは1000円のジェットストリーム 4&1 の多機能ペンをベースとしていまして、メッキ塗装を落ち着いた塗装にしてラバーだったグリップをピュアモルトという木にアップグレードした高級モデルで、値段は2000円となっております。形状はほとんど同じなんですけれども、全然重厚感が違ってくるといった感じですね。木はラバーグリップみたいに劣化しないので、長く使っていくという面でも優れている多機能ペンとなっています。ピュアモルトオークウッドプレミアムエディションと言われるサントリーのウイスキーを製造する際に使われる樽としての役割を得たナラという木材を加工して、表面にオフブラック仕上げという塗装を施したピュアモルトの中でも上質な木材が使われています。ウイスキーの樽として使われるのも数十年と相当な年月がかかっているので、ペンとしても何十年と長く使っていきたいと思うほど愛着が湧く多機能ペンですね。ただ表面にオフブラック仕上げの塗装がされているので、傷つきやすい筆箱とかに入れていくとちょっと塗装が剥がれて明るい色になってしまうので、あんまり色を落としたくないという方は傷から守ってくれる筆箱に入れておくのがいいんじゃないかなと思います。オークウッドプレミアムエディションではない普通の1000円で買えるピュアモルトのシャープペンと比較してみますと、木の触り心地も大きく違いますし、重厚感が全く違っていまして、全く別物の木材だと思っていただいて大丈夫だと思います。じっくりと見てみるとうっすらと木目が見えるのがわかるんじゃないかなと思います。かなり控えめな木目となっているので、学校や職場でも使いやすいペンですね。表面は木ならではのくぼみがあったりして、木らしさを手触りでも感じられるグリップとなっています。すべすべとした触り心地でずっと触っていたくなるようなグリップです。艶も出しやすくて、ご覧の通りかなり深みのある光沢が現れています。パイロットの方はコムプライトという S20 やレグノと同じ木材が使われています。樹脂含芯カバ材とも呼ばれています。コムプライトは株式会社ニタックスというメーカーさんが製造する木材となっていて、簡単に言うとカバ材に樹脂を染み込ませて、耐久性耐水性を向上させた最強の木材ということで、パイロットの木軸ペンの大部分はこちらの木材が使われています。着色もしやすいということから、このような渋い色のディープレッドだったり明るいブラウンなど様々なカラーバリエーションを展開している木材となっています。こちらはドクターグリップ4プラス1という多機能ペンがベースモデルとなっています。値段はピュアモルトと同じく2000円プラス消費税となっています。ピュアモルトオークウッドプレミアムエディションと比較すると、コムプライトは重厚感や木らしさという面では劣るかなと思います。ピュアモルトの方が深い色合いで大人な雰囲気が感じられるので、個人的にはピュアモルトの方が好みですね。コムプライトの触り心地は最初の方はザラザラといった感じですね。使っていけばコムプライトの方もすべすべとした触り心地になって色が深まっていきますが、最初から風合いのあるピュアモルトと勝負するのはちょっと難しいところがあるかなと思いました。続いてデザインの方を詳しく比較していこうと思います。グリップの形状はピュアモルトの方は直線的なのに対して4プラス1ウッドは持ち手の部分がくぼんだ曲線的な形状となっていて、太軸が苦手な人でも握りやすい配慮がされているなと思いました。口金の形状なんかを見ても4プラス1ウッドは曲線をイメージした多機能ペンとなっているのがわかるかなと思います。口金の長さはだいぶ4プラス1ウッドの方が短いので、4プラス1ウッドの方が書いている時の視界があまりよろしくないかなと思いました。グリップの部分は木と金属で、上の軸はどちらも樹脂が使われているので、太くて全長が長いペンなんですけれども、ピュアモルトは 25g、4プラス1ウッドは 26g なので、見た目の割に軽くて比較的低重心になっているので、書いていく分にはそこまでストレスに感じることはないなと思いました。
このようなペンの上部の軸に樹脂が使われているスライドレバー式の多機能ペンはグリップとの境目の部分が本当に割れやすくて、自分のゼブラのグリップオンマルチ2000にひびが入ってしまっています。いろいろと調べてみるとそういう事例が結構多く見られるので、落とさないように使ったりネジを強く締めすぎないようにして注意して使っていく必要があるなと思いました。次はノックレバーについて見ていこうと思います。このノックレバーのデザインが4+1ウッドの好き嫌いを大きく分けているポイントだと思っています。ジェットストリームの方は黒をベースとしてボールペンの色が部分的に付けられているのに対して、4+1ウッドはかなり鮮やかな色となっているので、落ち着いたボディには合わない残念なノックレバーとなっています。ベースモデルのドクターグリップ 4+1 のノックレバーをそのまま使っていると思うんですけれども、せっかくグリップの素材と本体の塗装にもこだわっているので、このノックレバーはあまりにももったいないなと思いました。このノックレバーがパイロット 4+1 ウッドの大きな欠点となっていて、自分はどうしてもここが気に入らないんですよね。ノックレバーに関してはダントツでピアモルトの方が優れています。続いては口金とリング、それからクリップの3箇所の塗装について見ていこうと思います。4+1 ウッドは3箇所すべて艶消しの塗装がされているのに対して、ピュアモルトの方は口金の方しか艶消しの塗装がされていないので、ボディの統一感に関しては 4+1 ウッドの方が優れているなと思いました。ここの黒いリングの塗装が剥がれてきて真鍮がむき出しになっているので、使い込んだ感じが出てきてかっこよくなってますね。クリップの端っこのところも微妙に塗装が剥がれてきて、ピュアモルトの艶がある塗装のところは結構剥がれやすいなと思いました。消しゴムはペンの天井部分についているんですけれども、自分は使ったことがないのでどっちが消しやすいかは正直わからないですね。キャップの互換性はどうやらないようです。キャップのデザインもボディの形状に反映しているのがわかるんですけれども、4+1 ウッドの丸い感じの形状は個人的にはあんまり好きじゃないですね。インクはジェットストリームとアクロインキというどちらもそれぞれのメーカーを代表する素晴らしいインクを使っているので、どちらも間違いはないかなと思いますが、ちょっとね違いを詳しく見ていこうかなと思います。ジェットストリームはかなり滑らかな油性インクということで、発売した当初はかなり話題になったそうですね。発売してから14年近く経過した比較的歴史のある油性ボールペンで、文房具好きじゃない人でも知っている方が多いんじゃないかなと思います。ただちょっとかすれやすかったり発色が全体的に暗めなのが欠点でして、最近は他社の油性インクのクオリティが本当に高いので、それに負けないようにまだまだ改良していく必要があるなと思うインクですね。ピュアモルトジェットストリームインサイドは 0.5mm のインクを搭載しています。4+1 ウッドの方はアクロインキを搭載していて、従来の油性インキの5分の1の粘度となっていて、滑らかな上に発色の良さが売りのインクとなっています。個人的にはこちらのパイロットのアクロインキの方が好きで、ジェットストリームよりもかすれにくくて発色がいいので綺麗な筆跡で描けるんですよね。ツイッターでジェットストリームとアクロインキどっちが好きですかとアンケートを取ったところ、6割近い方がジェットストリームと回答してくださいました。世間一般からするとジェットストリームの方がまだまだ人気なのかなといった感じです。自分はアクロインキが油性インクの中で一番好きなので、アクロインキを使ったことがない方はぜひ使っていただきたいなと思います。アクロインキは 0.7mm で神経がジェットストリームと違うので、滑らかさを比較するのはどうかと思いますが、アクロインキが搭載された 4+1 ウッドの方が滑らかに描けるなと思いました。個体差はあると思うんですけれども、先端のガタつきは 4+1 ウッドの方が少なく感じました。最後にノックのしやすさについて比較をして終わろうかなと思います。ジェットストリームの場合はある程度下まで下ろしても沈み込みが小さくて少し尖ったレバーとなっているので、ノックがすごいしやすいデザインとなっています。それに対して 4+1 ウッドの方は下に下ろすにつれて比例するように沈んでいくので、下の方まで行くと力を入れて押さえつけてノックをしないと失敗してしまうことがあるので、頻繁にリフィルを使い分ける方は結構ストレスになるんじゃないかなと思います。こんな感じでこちらの2つのペンを比較してきました。人それぞれ好みはあると思うんですけれども、本当に簡単に要約すると、個人的にはデザインと書きやすさはピュアモルトの方が良くて、インクは 4+1 ウッドの方が好きです。
というのが個人的な意見ですね。ペンのどういうところを重視して購入するのかっていうのも本当に人それぞれだと思うので、一概にどっちをお勧めするかとは言いにくいんですけれども、自分は、ピュアモルトの方を頻繁に使っているっていうのを知っていただけたらいいかなと思います。少しでもね参考になっていただけたら嬉しいです。値段はどちらも2000円プラス消費税となっています。ちょっと高めなんですけれども、どちらもすごいいいペンなので長く使っていけると思うので、ちょっと欲しいという方はね、考えていただければなと思います。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。